報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。24は乗り越えるべきもの。目の前でユーマとシュリが戦っている。敵はまだ数が多く、ユーマは何度も剣を振るいながら息を荒げていた。シュリも短剣を使い、素早い動きで敵を翻弄しているが、やはり数の差は圧倒的だった。イーナは弓を握りしめたまま動けずにいた。このままじゃ体が震える。でも怖い。あの夜の記憶が何度も蘇る。村が燃え、母が倒れ、自分は何もできずにただ震えていた。また同じことを繰り返すのか。いいな、走れ。ユーマの叫び声が聞こえる。止まるな。ユーマはリーナの状態を察知。敵を吹きつけながら叫ぶ。いいな。リーナの目が揺れる。でも足が動かない。その時、いいな、何をしているんだ。ふくく。しかし確かに力強い声が響いた。耳がぷくりと動く。この声、信じられなかった。ゆっくり振り向くと、そこには長いひげを蓄えた見慣れた顔があった。カイルー。イーナの瞳が大きく見開かれる。お前、まだそんな顔をしてるのか。カイルは厳しい目を向けていた。私がお前に教えたのは何だったのだ。カイルは歩み寄る。お前はもうあの頃の子供じゃない。戦えるはずだ。でも怖いか。イーナは唇を噛む。怖いにゃ。そうか。なら逃げるのか。イーナはぎゅっと弓を握る。逃げない。逃げたくないなら戦え。カイルは静かに言った。私が今ここにいるのはお前にそれを伝えるためだ。イーナの心臓が大きく脈打つ。お前はもうただ守られるだけの存在じゃない。カイルは目を細め、優しく微笑んだ。イーナ、お前は強い。イーナの目から涙がこぼれた。私が強い。かつてカイルと過ごした日々がよみがえる。彼の言葉、彼の教え。お前には生きる力がある。お前は彼よりも強い心を持っている。お前はもっと広い世界を知るべきだ。カイル。イーナの震えが止まった。そうにゃ。イーナは涙を拭い、弓を強く握り直した。私は強い。視界がはっきりと戻る。ユーマが戦い、シュリが必死に生き残ろうとしている。そして自分は今ここにいる。イーナは矢をつがえた。もう逃げない。弓を吹き絞り、目の前の敵を見据えた。変わるんだ。ラッシュ。矢が放たれた瞬間、闇を切り裂くような鋭い光が走る。矢は敵の鎧の隙間を正確に貫いた。言ってた。イーナの心に小さな確信が生まれる。カイルありがとう。彼女が振り返った時、そこにはもうカイルの姿はなかった。気のせい。でも確かに彼の声は届いた。イーナはもう一度弓を構える。今度は私が守る番にゃ。彼女は覚悟を決めた。そして戦いは新たな局面を迎える。イーナが放った二の矢が再び兵士の胸を貫いた。いける。彼女の震えはもうない。ユーマが戦いの最中にちらりとリーナを見た。吹っ切ったのか。しかし黒鎧の兵士たちの剣はなおも鋭く振るわれる。矢は確かに敵を仕留めた。だがそれだけで劣勢が変わるほど戦いは甘くない。まだまだだ。これじゃ足りない。弓を握る手に力を込めた。その時だった。耳の奥に不自然な音が混じった。何かが聞こえる。それは戦場の喧騒の中で薄漏れそうなほど小さな栄翔の声。遠く森の奥から響いていた。まさか反射的に顔を上げる。戦場の奥、森の影、そこに立つ黒いローブの人物。目があった。あいつだ。まるで全身を闇に溶け込ませるような黒子をまとい、長い杖を握る魔術師。彼
息を裂くようにまっつぐな軌跡を描くや、黒ローブの男の栄翔が止まる。彼の目がかすかに見開かれた次の瞬間、トス。矢が彼の胸を貫いた。男の身体が王国の削る。呪文が、栄翔が途切れた。そして戦場に異変が起きる。黒鎧の兵士たちがまるで糸の切れた人形のように動きを止めたのだ。剣を振る腕がたらりと下がる。んだ。ユーマが息を飲む。敵の剣が止まった。イーナの矢が届いた瞬間に、村の生き残りたちも一斉に動きを止めた敵を見つめる。操られてたのか。ユーマが瞬時に理解した。じゃあこいつらは。ユーマは剣を振り下ろした。刃が簡単に黒鎧を貫く。抵抗はなかった。もはや彼らはただの抜け殻に過ぎない。そして次々と黒鎧の兵士たちは崩れ落ちていった。イーナの放った一致が戦場の命運を分けた。風向きが変わる。このまま一気に行くにゃ。イーナの叫びに村の戦士たちが答えた。誰からともなく雄たけびが上がる。ユーマが剣を振り抜き、村人たちが歯を振るう。首里もまた短剣を手に敵へと飛びかかる。イーナは矢をつがえ次々と射抜いた。それは逃げるためではない、戦うための矢だった。戦場に勝利の気配が広がっていく。そして最後の敵が倒れた。イーナは静かに弓を下ろした。終わった。静寂が訪れる。村の戦士たちが息を飲み、戦場の余韻に浸っていた。イーナはゆっくりと手を開いた。私は逃げなかった。ずっと恐れていた。ずっと怖くて戦えなかった。でも今彼女は逃げなかった。私変われたのかにゃ。その問いにユーマが静かに微笑みながらうなずいた。強くなったな。イーナの目から涙がこぼれた。彼女はそれを拭わず、ただ空を見上げる。長く覆っていた暗雲が晴れ始める。村の周囲に朝日が差し込んでいた。新しい再生の功が、戦いが終わり、森に静寂が戻っていた。村の生き残りたちは倒れた仲間のもとへ駆け寄り、涙を流しながら抱きしめ合っていた。悲しみと安堵が入り込んじる中、焚き火の明かりが戦いの後を照らしている。イーナは村の中央に立ち尽くしていた。全身に戦いの疲れがのしかかっていたはずなのに、心は不思議と軽かった。自分の手で矢を放ち仲間を守った。その実感がこれまで抱えていた恐怖を吹き飛ばしていた。いいな、聞き覚えのある声がする。振り向くとそこには幼なじみのシュリが立っていた。傷だらけの体でそれでもまっすぐ彼女を見つめている。本当にお前なのか。シュリの声は震えていた。シュリ、イーナもまた胸がいっぱいになった。幼い頃共に遊び共に笑い合った日々、村が襲われたあの日、何もできずに逃げるしかなかった自分、もう二度と会えないと思っていた大切な仲間が今目の前にいる。生きていたんだね。イーナは思わず駆け寄りシュリに抱きついた。お前こそ。シュリも強く抱きしめ返す。その腕のぬくもりが失われた故郷の面影を思い出させた。イーナの目から大粒の涙が溢れた。あの時私は怖くて何もできなかったにゃ。俺も同じだった。シュリは優しくリーナの背を叩いた。でもお前は戻ってきてくれた。そして俺たちを助けてくれた。イーナは顔を上げた。私もう逃げないよ。少し照れくさそうに、でも確かに笑っていった。シュリは一瞬目を丸くして、それから優しく笑った。ああ、変わったよ。いいな、本当に強くなったな。その言葉にリーナは再び涙をこぼした。続く次回第25話、運命の再会。
城を目指して